戦争を仕掛けられて印象良いわけないけど、ウクライナはロシアをどう思っているのかな。ロシアはウクライナにひどいことをしながらウクライナを兄弟だなんて言ってるけどね。ウクライナ側に兄弟意識なんかないと思うじょ。ソビエトが崩壊してこれまでの30年間ずっと曖昧だった。ウクライナ国民の意識は変わったんだよ。今回はウクライナとロシアは同じじゃないっていうところについて話していくよ。同じなわけがない。一緒にしたらウクライナに失礼だじょ。つるっとチャンネルが始まるじょ。ただウクライナ側も少し複雑な事情を抱えているよ。ロシアとは違うっていうことに何の問題が。特にロシアと隣接するウクライナ東部はロシア語を話す住民が多くて、ロシアとは歴史的なつながりが深い地域なのは知ってる。だからこの戦争の始めも東部のロシア系住民を守るっていう口実だった気がするじょ。昔からよくもめ事があったらしい。そうそう。一方ウクライナ西部だけどこっちはかつてオーストリアハンガリー帝国に帰属していて、宗教もカトリックの影響が残るロシアからの独立志向が強い地域だよ。つまり同じ国でも東西で分断されている状況だったってことだじょ。でもウクライナはウクライナなんだじょ。でロシアどっぷりでなくなってきたウクライナにロシアがどんな行動をとってきたのかだけど、同じルーツを持つ国というところに固執してプーチン政権は東部のロシア系住民を通じてその影響力を及ぼそうとしてきたんだよ。うわ、やっぱり嫌な男だじょ。それはウクライナの大統領選挙にも及んだよ。2004年のウクライナ大統領選挙ではプーチン大統領が2度も現地に乗り込んできてロシア寄りの政策を掲げた候補をあからさまに応援してたからね。なんてずうずうしい。習近平ですら自分で日本に来て選挙を引っかき回すことはしてないのに。まあ彼の場合日本に手下がたくさんいるから乗り込む必要がないかも。近平さんは置いといて、プーチン大統領の希望に反して2014年に欧米寄りの政権が誕生すると、プーチン大統領はロシア系の住民が多く戦略的な要衝でもあったウクライナ南部のクリミアに軍の特殊部隊を派遣して一方的に併合するというとんでもないことをしたよ。そういう手を前から使っていたんだ。汚い男だじょ。そんなひどい男や国と一緒にされちゃうウクライナ人はたまらないじょ。だよね。違う国としての立場を確立させたいだろうね。ウクライナ人の中にはロシアとは決定的な違いがあるんだという思いがあるよ。ウクライナ語とロシア語は似ているんだけど、ロシア人がウクライナ語を聞いても理解できるのは 50% ぐらいなんだって。日本とお隣の国々の差ぐらいの感じかな。似てる言葉や同じ言葉もあるよね。日本と中国は同じ漢字を使っても意味が違うことがあるじょ。漢字文化圏だからといって日本人と中国人を同じ民族だとも思わないよね。ありえないじょ。そうか、ウクライナもそういう感覚なのか。ウクライナ侵攻ではプーチン大統領はウクライナに対してファシストとかネオナチという言葉を使って批判してたよね。世界の多くの人たちがどの口がって思ったやつだじょ。改めて言うけどウクライナとロシアは違う国。ウクライナが独立したことが面白くないプーチン大統領はウクライナにファシストというイメージを植え付けたいんだろうね。まあそんなのロシアとその同類国家くらいしか信じないんだじょ。ネオナチと言ったのは第二次世界大戦から戦後までウクライナの民族解放運動の指導者だったステパーン・バンデラのことを念頭に言っているみたいだよ。プーチン大統領のロシアから離れる者は皆犯罪者扱い。国の英雄は反対勢力からは犯罪者反逆者とみなされがちだよね。プーチン大統領はウクライナに悪いイメージを植え付けたくてそんなことを言うんだよ。彼は思考もぶっ飛んでるけど視野も狭いじょ。自分が言っている敵だとかナチスだとかそんなの多くの人がロシアのことだと思ってるじょ。それがわからないとは
哀れな男だじょ。ウクライナの世論ははっきりと EU に加盟するという方針で動いているし、この動きをさらに推し進めて早く EU 加盟国になってほしいよね。話し合いは進んでいたはずだし、きっと大丈夫だじょ。2022年3月に欧州議会がウクライナの申請を承認したから、この夢は実現されると思うよ。プーチン大統領やそれを支持する後継者がいなくならない限り、ロシアが自由な国になるなんてありえないし、今のうちにどんどんウクライナは先に進んだ方がいいじょ。来年の今頃はウクライナは EU で NATO 加盟国で、盗まれたものは全部取り返していることを願うよ。今回のつるっとチャンネルはここまで。よかったらいいねとチャンネル登録をお願いします。また見に来てね。